はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。それでは行きますね。12星座共通になりますけれども、2月の星の動きを解説した動画が他にありますので、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらご覧になってからこの動画に戻ってきてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月前半です。ワンドの3、逆、ワンドの7、カップエース、ソードの6、太陽、ペンタクルスの9、そしてペンタクルス5の逆、はい、気をつけることは対策が、ワンドのキング逆と、吊るし人と、オラクルワーク、カップの2です。楽しそうな、時ですね。星で見た時にね、やっぱりこの2月の19日までっていうのは、このお誕生日を迎えるまでっていうのは、なんとなくお休み期間というか、波動調整したりとか、何かデトックスしたりとか、調整していくっていうのに一番ふさわしい時なんですけども、なんか前回のね、時もなんか大きな気づきがあるのかなということで、何かが終わるとか、気になっていたことをちゃんと終えるとか、達成するとか、収めるみたいな、なんかそういうエネルギーが強いんじゃないかなと思います。で、もうそれが自分でも見えているし、終わりが見えているというか、達成が見えているから、なんかそこに対しての喜びがあるのかなって感じがしますね。そしてもう一つ、2月の7日以降、水星が、魚座に入ってきたりとか、2月の10日になると金星も魚座に入ってくるので、金星というのは、美しさとか、柔らかさとか、社交性とか、お金とか、そういった価値というものが魚座に入ってくるっていう時期になると、魚座さんはやっぱり自分自身に、価値がついてくるように感じたり、美しくなれたり、綺麗になれたり、優しくなれたりっていうのもあるので、ほっとするとかね、なんか落ち着くっていうエネルギーにだんだんなってくるんだと思います。実際は本当に見えないところでいろんな調整が行われている時ですけれども、でもその中でも10日を過ぎたあたりから、なんとなく優しさとか喜びとか嬉しさっていうものがじわーっと広がってくるのかなと思いますね。で、そして2月14日以降ね、土星がやっと魚座を抜けてお羊座に行くということで、魚座さんは本当に頑張ってこの2、3年やりきりましたって言えるようなタイミングなんじゃないでしょうか、この2月前半は。そして2月の17日ね、日食なんですけど、この時が一つの、なんでしょう、何か、はい、これで終了ですみたいな、なんかそういう一つの区切りっていうか、達成の旗を立てられるみたいな、なんかそういうイメージです、私の中ではね。もちろんそこから何かを意図していただいても全然構いませんし、ただこれまでの経緯を踏まえて、ここで、はい、何かみたいな区切りをつけるような感じがしますね。そしてカードで見た時に入り口がワンドの3の逆ということで、何かやっぱり目標があるんでしょうか。ここからこうしていきたいなとか、こうなっていくぞっていう、なんかそういうビジネスにおいてなのか、人生の目標においてなのか、何か未来が明るいみたいな、そんな感じですね。もちろん今の時点でご自身ではいろんなものを調整しながら、例えば体調とかもいろいろ調整しながら、なんとかやってるんですよっていう感じかもしれませんけども、でも十分なんだろうな、心の中に、心の奥とか、もしくはこれからの期待とかっていうことで、何か希望の光があるなって感じがします。希望の光、これでこうしたらうまくいくぞとか、きっとこうなっていくかもみたいな、そういった喜びがあったんじゃないでしょうか。これまでの中で。そして現在も2月の頭も、静かですけども、順調に進んでいます。物事は順調に流れてるよっていうふうに出ています。そしてその後やっぱり太陽っていうふうに出てるので、やっぱ祝福ですよね、これはやっぱり。なんかおめでとうございますっていう感じがします、これは。お誕生日から新しい流れが現実になっていくとしても、その前の内側の段階でもう自分の中で良かったとか、やっとだとか、なんか、今まで心配してきたことに関して、もう心配が晴れるっていう、何か、
本当に自分が抱えていたものっていうものをいい形で手放せるとか、何かとても明るい、感じがしますよ。完成とか達成とか、解放とか、そういう感じです。そしてその後、このペンタクルス9度もあるので、なんか一つうまくいったら二つ、三ついろんなことがうまくいく、重なってうまくいくみたいな形で、なんだかとってもビジネスにおいても、いい形なんじゃないでしょうか。そしてその次にご自身が予定しているステージというか、なんかそれに対しての、いい話だったりとか、段取りっていうものがちゃんと見えてきて、非常に安心するみたいですね。ただその後、ペンタクルスの5の逆っていうのも出てるので、ものすごくいい流れだったりとか、チャンスあるけれども、それをするにはやっぱり何かお金がかかるなとか、もしくはとても嬉しいことだけど、なんでしょうね、これまでのとは違う何か一つ終えていくって感じがするので、その終えることによってこれまで当たり前のようにあったものっていうものが手放していくので、それに対してのちょっとした不安とか、大丈夫かなみたいな思いもあるかもしれませんが、それは本当に一時的なもので、その前にやっぱりもう次の扉が開かれてますもんねって感じがします。なんかちゃんと違う収入源を得ていかないとみたいな感じとか、なんかシーンが変わってるっていうか、ステージが変わることによってね、変わりますよね。例えばですけど、お仕事でもなんか違う仕事をしたいと思って転職しましたとか、自分でも今までのやり方変えてこうしますってなった時に、それってすごく望んでいたことだし、チャンスなんですけど、これまでのものを終えていく不安ってどうしてもあったりしますよね。だから悪いものっていうわけじゃなくて、一瞬そういう心配もしたくなるのかなって感じです。ただ、2月の前半の一番言われてることっていうのは、誰かとの関係がとてもいいんですね。誰かはわかりませんが、パートナーシップが非常に恵まれています。仕事上の契約の人かもしれないし、誰か本当に大切な人かもしれないし、会いたかった人かもしれないし、誰かとの関係が非常に恵まれていて、それに関係しているのかもしれませんね。ここで出てる太陽っていうのが。なんか、やっと願いが叶うとか、やっとだ、みたいな。そんな感じがあります。そして気をつけることとして言われているのが、ワンダのキングの逆に、吊るし人ということなので、なんかすごく嬉しいことがありそうなんですけど、よかったとか、やっとだみたいな、すごく嬉しいことがありそうなんですけど、それが手に入るということは、なんか、それに見合った自分にならなくちゃとか、喜びとともに、なんか自分をもっと激励するようなエネルギーもあって、なんかあまり激励しすぎないでくださいって感じがします。ここまでも結構、ね、和田さん頑張ってこられたと思うし、せっかく手に入った喜びだったりとか、達成感っていうのを本当に存分に味わってもらいたくて、なんかすぐになんか切り替えて、もう早く仕事しないととか、じゃあもうこうしないとっていうふうにしなくていいですよっていう感じがします。そして今の状況の中で、また気づくこともありますしねっていう、優しいメッセージに感じました、これは。何か有益にこなし続けなければいけないっていうわけではなく、止まってもいいじゃないですか、みたいな。止まって、この時間を、この瞬間を、この状況をじっくり味わうのも豊かですよねっていう感じがしました。ね、いかがでしょうか。人ってそういうもんですよね。なんか、すごい次のチャンスだって嬉しいってなるけど、大丈夫かって思ったりしますよね。それはそうなんですけど、そんなに自分をせき立てないでねっていうメッセージを感じましたね、私は。ちょっと仕事を見ます。一つ収入源が変わるっていうのもあるかもしれませんね。この2月以降。2月から8月にかけて。一番その前回の12星座共通のところでお伝えした土星と海王星のエネルギーなんですけど、これ魚座の皆さんにとっては自分の価値観とか、収入源とか、感覚っていうところで来るので、今まで本当に感覚でしかなかったものを現実的な形にしていくっていうこともあり得ますし、なんとなく、当たり前のように入ってきていたものっていうものをもっと自分の感性を使って仕事をしていくようにするとかってなると、少し収入のあり方が変わってくるので、それに対しての大丈夫かなって思いがあるかもしれませんが、とてもいい、これは、魚座さんにとっては、芸術的なエネルギーとか、
スピリチュアルなエネルギーもそうなんですけど、何かその感覚として得てるものを現実化させていくためのステップがあるよって感じがします。なのでそこで現実的なものが最初にあって、作っていくのではなく、自分の中にある感覚が現実化していくっていうことなので、それに慣れていくためのタイムラグが少しあるんだろうなっていうぐらいですね。ちょっとお仕事のこと見てみます。ソードの7。カップ7。ソードの5ということで、お仕事に関してはやっぱり何か、後ろめたい気持ちとか、なんか本当はもう今やってるその仕事にあんまり興味がないんですとか、なんかそういう感じですね。情熱とか本当の思いっていうのがこう目の前の今の仕事に向いていないっていう感じがして、なんならこれをどうやって綺麗に終わらせようかと思ってるみたいな感じもありますね。なのでぜひ本当にやりたいことをやってください。お仕事にしても。仕事で見てますけど、仕事の中でも、それはもちろん会社員とかでしたら、会社員の中でやるべき仕事があるわけだから、気持ちがどうとかいうよりもやらなくちゃいけないっていうのもあると思うんですけど、なんか自分に嘘をつくっていうのが心地悪いって感じがするので、こうやって仕事で見てても、自分が本当にやりたいことあるんだろうなって感じがするんですね。いや、ああしてこうして、ああしてこうしてみたいな夢がいっぱいあるっていう感じがあって、でもそれを周りの人に言えないし、周りの人との空気感というか温度差を感じて、それは言えませんって感じがありますね。どうしたらいいのかな。ソードエースということで、やっぱり何かあれですよ。もちろん状況の中で合わせていかなきゃいけないことっていうのはあるかもしれないんですけど、ただ自分の中ではもう決めておくっていうのがいい気がします。何月までは頑張るぞとか、その後は知りませんみたいな感じかもしれませんね。2月の17日まで、待ってもらうというか、そこまで来て、その時に感じたことでもいいかと思いますよ。17日以降やっぱ動いてきますし、さらに19日以降になったらね、自分に光が当たってきますので、そこから決めてもいいかもしれませんね。前半はなんとなく、こなしとくみたいな感じかもしれません。お仕事に関してはね。そんな風に期間を区切ってされるといいかなと思いました。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係。はい。ソードの5と、ソードのキングと、ワンドの2ですね。なるほど。なんかちょっと気を使う人もいるんだなっていう感じはあるんですけど、それはそれです。それはそれ。なんかその他のところで全体のところで見た、何かご自身にとって嬉しいこと、本当に望んでいたこと、なんか仕事とか、なんかいろんな、こと関係なしに自分にとって嬉しいことっていうのがあると思うので、そっちにもう集中して、喜びの中に自分を委ねてほしいなって感じがします。で、誰かとの関係性においては、ちょっと相手の人が、よく言うときっちりしている。でも悪く言うとちょっと口うるさいなとか、ちょっと魚田さんが気を使ってるっていう感じがすごくしますけど、そのことで悩まされるのももったいないなって感じもしますし、ただお仕事でも同じカードが出てるんですよね、ソードの5。ソードの5っていうのはやっぱり自分が本当に得られるべきものを堂々と得ていいのに、なぜか周りに気を使って、やっぱりいいですって言いたくなるみたいな、そんな感じがあるんですよね。それでもらっちゃったら自分って悪い人なのかなみたいな、そんな感じがあるんですけど、やはり自分に正直にいるっていうのが一番いいような気がしますね。ジャッジなく、相手を批判することなく、自分は自分らしくいるっていうことでいいと思います。もし自分が自分らしくいられないのは誰かのせいだって言ってると、その人に怒りとか、批判のエネルギーが向いてしまいますけど、私はこうですっていうスタンスでいると、他者がどうであれ惑わされませんしね。そしてここでワンドの2が出てるので、やっぱり関わるか関わる
関わらないかをちょっと迷っているっていう感じもありますね。関係性を続けるか続けないかっていうこともあるかもしれません。それもヒントになるのは、やっぱり自分が素直でいられるのかっていうところじゃないでしょうか。変に気を使って相手に合わせたエネルギーっていうのはもう古い感じがしますね。これからの流れは。皆さんがこう自分の力とか自分の本当の価値っていうのに目覚めていくっていう流れが始まるわけだから、相手に合わせて自分を変えていくっていうのは、ちょっと時代遅れな感じがしてきますね。だんだんとこっから。で、魚田さんってそういうこう境界線をなくしていくのが得意な方が多いと思うので、今まではなんかうまく自分をごまかして相手に合わせていたところから、いや、もう自分は自分でいいですっていうところに入っていくんだろうと思うんですよね。なので、まず最初のレッスンとして、もしかしたら2月前半にそういう関係性においての学びがあるのかもしれませんね。もう一枚引いたカードっていうのが引きこもりっていうカードで、もしその誰かとの関係において、疲れたなとか嫌だなと思ったら、ついついもう距離を置いて引きこもる。何も言わないとかっていうことになりがちなんですけど、メッセージとして言われてるのは、その関わるも関わらないも関わらないのも自分の選択ですよっていうふうに言われてるのと、無理して自分が辛い思いして関わる必要がないんじゃないですかっていう感じがします。そんな感じかな。なんか通じましたか？わかりましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてくださいね。でも何なんでしょうね。こんなに何かを手放していくとか、喜びに包まれるっていうエネルギーがある時ってもう、それにどっぷり浸るのがいいと思いますけどね。誰かに気を使って自分の喜びを隠すとか、もったいないですよね。そういうのってね。ちょっと最後にもう一枚引いてみます。魚田さんの2月前半は、はい。どうですかこのカード。何かこのカードを見て、感じることがあれば皆さんも直感を使ってメッセージを受け取ってくださいね。なんかもう本当にハートが癒されてるって感じですよね。絶対なんか嬉しいことあるんじゃないですかって感じがしますけど、もしいいことありましたよっていう方はぜひコメントで教えてください。自分が幸せだったら、その幸せ波動が自然と伝達しますもんね、周りに。変に気を使いすぎたり、なんか無理してやる必要はないのかなと思いました。はい。ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。